でそれでそして何よりもレン・ミトリさん、レバノンからいらっしゃいまして本当にありがとうございます。この、従来今もお話ありましたように、映画の上映前にお話をするというのは、私のようなものが出てきてなんか喋るというのは、早く引っ込めと早く映画を見せてくださいという方が多いかもしれないんですが、私自身この映画非常に重要なものだと思いまして、皆さんに見ていただきたいと思ったんですが、私自身も拝見してですね、やっぱり1回だけだとなかなかなんていうんでしょうかね、フォローしきれない部分が若干ありました。ですので、ちょっとその点からですね、あらかじめフレームワークといいましょうか、どういうものだっていうことをお知りになった上でご覧いただくとより良いのではないかと考えまして、脱足かもしれませんがお話をさせていただく次第です。レン・ミトリ監督はですね、この15年ほどの間ずっと非常に精力的に映画を撮ってこられてまして、主にレバノンの人々のその記憶ですね、個人的な記憶、それから集合的な記憶、国民的な記憶の問題、これを中心的なテーマに据えられて、いろんな作品をはじめですね、それから周辺で言いますとトルコ、それからヨーロッパでフランスで何度か上映されてますし、それからカナダ、ドイツ、メキシコといった国々で上映されているものです。で、このでまたですね、今現在撮ってらっしゃる映画というのが、パレスチナの歴史を、そのパレスチナですね、パレスチナでもガザ、それからヨルダン川西岸地区、それからレバノン、それからイスラエルでどのように教えているか、そういう歴史教育の問題というのを、そのいろんなカウンターパートの方を使いながらですね、今撮っていらっしゃるというふうに伺っております。それからもう一つは第一次世界大戦期にですね、レバノンでは、長い歴史上非常に稀なことなんですが飢餓の問題が起こるんですね。でこれは要するに今でいうところの経済制裁といいましょうか、全部封鎖されてしまったためにこれが起こったんですが、でこの非常に稀な事件がですね、あまり人々によって、ちゃんと、研究もあまりされておりませんし、その記憶自体も今どんどん失われつつあるということで、この飢餓の記憶に関するドキュメンタリーというのも作っていらっしゃるというふうに伺っております。で今日これからご覧いただくこの地に我が墓所ありの映画はですね、これはレバノン人のこの内戦の記憶というものですね、これを扱った映画でありまして、お手元のこのパワーポイントのもうすでに印刷がお手元にあるかと思いますが、全部でですね13人の人々の、証言を集めております。でこの13人に加えて、このシーンのこの映画のですね最初の方で、例えばミトリーさんのお母様も出てきますし、あとミトリーさん自身も映画の中に登場されます。こういう形で13人のこの、主にこの証言としてされる方々13人いらっしゃるんですが、この方々がなんていうんでしょう、いろいろ前後しながら出てきたりですね、でその証言されている内容も時系列的に必ずしもなくてちょっといきつ戻りつつする。でそれはまた人の記憶というものをまた表しているわけですけれども、ちょっとそういうこともありましてこのように映像を切り取りながらですね、これはもう勝手にこういうふうに切り取らせていただいたんですがそして、
その発言内容、証言内容というのも必ずしも網羅的にはしておりません。全部追ってみますとこれが全然とても足りませんので、非常に多くのことが語られてますので、ほんの一部のことをご紹介したというものであります。で今日この映画の中で、語られる一応地理的なところを押さえていくとですね、主にこのレバノンの、ほぼ中央にベイルートがあるんですが、そこから南の方ですね、南の方が主な話の中心的な舞台となります。このミル・アインっていうこの村がこのミトリーさんの家族のもともとの出身地の村で、ここからお話が始まります。で、それから北の方に行きますと、ベイルートの北にジュニエという町がありまして、この町、主にキリスト教徒が集中的に住んでいる町ですけれども、主にレバノンの内戦中がこのベイルートで分断線が走ってですね、分かれていたその東側北側のキリスト教徒地域の、ほぼ中心的な町だったわけですが、ミトリさんはそこで内戦の日の大半を過ごされているわけですね。でちょっとそういう、ここが、一応話に出てくる南の方で、もちろんイスラエルの話、イスラエルのレバノン侵攻の話も出てくる。北の方は、このジュニエのあたりが、一応今日ご覧いただいているというところで、あとはいくつか村の名前、町の名前が出てまいります。大体この辺が中心なんだということで、ご了解いただければと思います。でとりわけこのダームールというこの町、この海岸部、ベルトからちょっと南に行ったところですが、これはこの昨年の夏以来皆さんもご覧になった方いらっしゃるかもしれませんが、レバノンの映画で「判決2つの希望」というジア・ドゥエイリュ監督の映画が公開されて、だいぶ多くの方々がご覧になっているというふうに伺ってますが、その映画の中でもこの町というのが一つ焦点となっていたところでありまして、今日もこの町が出てまいります。それでですね、あとはベイルートの町、それからその周辺部ですね、このベイルート、この中心部、ここがもともとの旧市街があったところでございまして、そこからずっとシリアのダマスクスに行くダマスクス街道がありますが、これに沿って内戦期はですね、2つ、大まかに2つに分断されて、さらにいろいろ分かれていたわけです。でこの分断線に沿って、この東側、西側とあるわけですが、ここでいろいろ出てくるのがですね、特にこの東側のこの地区で、とりわけこのパレスチナ人のキャンプ、主要なキャンプがあったテル・アル・ザーカというところ、それからこれは主に第一次世界大戦後にアルメニア人難民がですね、今のトルコからたくさんレバノンに避難してくるわけですが、大変な虐殺を逃れて生き残った人々がたくさんやってくるんですが、そのアルメニア人難民が最初ここにキャンプを作ってですね、このベイルートの川がございまして、その流域なんですが、そこから町が今もう一つの町になってるわけですね。でそこも一つ話題になります。でそれから今ベイルートの東側の地区のですね、非常に豊かな立派な家が多くあるアシュラフィ地区とかですね、ちょっと南部のやはりパレスチナ人キャンプがあった地区のこの周辺が出てまいります。でこれがどういうことかというとですね、もう喋ってると時間がなくなりますのでごく簡単に申しますが、結局話の始まりはミトリさんのですね、お宅がもともと持っていたこの南部の村の土地をムスリムイスラム教徒に売ると、レンさんキリスト教徒ですが、ムスリムに売るというところからその内戦の記憶の話がずっと始まってくるわけですね。で、レンさんご自身は内戦
が始まる前に生まれてらっしゃるわけですが、その内戦が始まる前の段階でもすでに可愛い赤ちゃんの時でもですね、ふざけてたんだろうと思いますが、銃を持った写真なんかが後で出てきます。でそれからまたその10年後のですね、イスラエルのレバノン侵攻にちょうど当たってですね、そこで北に避難していく時の記憶なんかが語られていてですね、そういったご自身のまず記憶の問題からこの村の人々のこの内戦の記憶ということで話が発展しているんですね。でこの背景にあるのはですね、レバノンの内戦というのも大まかに言ってですね、そのレバノンの国のその社会体制といいましょうか、宗派体制という一言と呼ばれますけれども、いろんな宗派が政治的経済的な資源を持っていてですね、それを人々が宗派的な発想で、要するに自分の宗派がどのぐらいこれをシェアを持っているか、それをどうやって拡大していくか、あるいはどうやってそれを守るかっていうような考え方を一つ、これが19世紀以来いろんな形で続いてきているわけですが、この問題とですね、それからパレスチナ問題、この2つがですね、一緒になってこの国の中で爆発した、その結果起こった戦争だということですね。で15年間これが続くわけです。1975年から90年まで続くわけですが、でその間とりわけこの映画の中で問題になるのはですね、この内戦の初期のこのパレスチナ難民キャンプですね、テルザータルの難民キャンプの包囲戦で、そこで、要するにパレスチナ難民たくさん虐殺されるわけですが、その報復としてですね、先ほど言いましたこのダームールというこの南側のキリスト教徒の町が、逆に今度は包囲されて、ここで虐殺が起こるわけですね。でそこから人々がどんどん殺され、そして逃げる。で逃げた後、今度はそこにですね、このテルザータルで生き残った人々がそこに送り込まれるっていうですね、そういうなんていうんでしょう、非常に凄まじい強制移住の問題が出てくるわけですね。ですからこの内戦の記憶、いろんな記憶があるにせよですね、この虐殺の記憶と、それから逃げる、避難するその恐怖の記憶、それからそれに伴うですね、強制移住の記憶ですね、こういったものがずっといろんな形でいろんな立場の人々によってこれが語られていきます。で、それがですね、その後ですね、今度は一つレバノンの内戦の一つのターニングポイントといいましょうか、一層悪化するですね、なんていうんでしょう、底なしに落ちていく一つのきっかけとなったのはこの82年6月からですね、イスラエル軍の侵攻と、それからレバノン南部南半分の占領、それから撤退していくにせよ、今度はイスラエル軍が撤退していくと、その後をですね、いろんなまた民兵集団がそこの支配権をめぐって争うわけですね。でそれによってまたそこで虐殺が起こるっていうですね。でこのミトリさんのそのご家族のもともとの出身地であるその村もですね、その虐殺等々、戦闘虐殺によってキリスト教徒がそこを撤退するというか、そこから逃れていくという、そういう問題になっていくんですね。そういったこの何て言うんですかね、戦争によるこの強制的な人の移動で、今度はさらにそれだけでなくてですね、やっぱり人の語りというのはやっぱりいろんなその年代によって幅を持っておりまして、実はそれ以前のですね、内戦が始まるずっと前のですね、第二次世界大戦後の、要するにレバノンの独立後から始まったですね、レバノンの南部の非常にイスラエル国境に近い方の地域からですね、主にシーア派の人たちを中心とした大規模なこれは経済的な動機による人口移動ですね、これがあって、先ほど言いましたそのパレスチナ難民キャンプということで話しましたけれども、
このブルジュハンムードとかですね、この港に近い、マスラ・カランティーナといったこういった地区からずっとこういうベルト状のですね、ちょうどこのベイルートのこの東側の中でいわば主にキリスト教徒が多いとされている地域ではあるんですけれども、こういったところにいわば貧困ベルト地帯って証言の中でも言葉が出てきますが、そういうものがこう形成されていって、そこに要するにパレスチナ人のキャンプもあれば、南の方からタバコ農家でも全然働いても全然お金にならないで、ベイルートに来れば何か仕事があるで、ベイルートで靴磨きがある方がもっと収入が多いんだみたいな、そういうお話が出てきますが、そういう形でですね、いろんな人たちがこの地域に逃れていって、そこで内戦が起こったんだということが、でさらなる人の移動が起こったということが明らかになっているわけですね。そういうのがこの背景にございます。で、今度はですね、内戦後ですね、今現在もですね、そういう宗派的な発想といいましょうか、いろいろ土地の売買、不動産売買、によってですね、ここの地域はもともとキリスト教徒が多く住んでたんだけれども、どんどんイスラム教徒が買うようになっているっていうこの見方をどうも人々はするわけですね。でその問題がやはりここで映画の中でもですね、折に触れ出てまいります。でどんどんこうなんて言うんでしょう、資本投下されてですね、湾岸のお金でものすごい家がどんどん作られていく。でもあんまり人は住んでいないとかですね。でそうやって景観がどんどん破壊されていくような様子とか、それ以外にももちろんシーア派でもいろんなお金持ちのシーア派もいっぱいいますので、そういう人々がまた家を買っていく。そうするともともとはここはキリスト教徒だったっていうところがどんどん自分たちが押し出されようとしているんではないかっていう、そういう不安で、それと今現在の今の中東全域を覆っているですね、スンニ派とシーア派の対立っていう、この問題がまた次の戦争を招くのではないかという、そういう不安を人々が抱いている、その様子も出てまいります。ですから内戦の時はですね、主にそのキリスト教徒とムスリム、こんなまとめ方をしては本当はいけないんですが、本当に簡単なまとめ方をするとですね、事態はもっと複雑ですが、ざっくり言うとそういう対立関係だったのが、現在はですね、特にこのイラク戦争以降、スンニ派対シーア派の問題、というふうに軸が変わってきている。でもその動いているその運動法則はあまり変わっていない。そして人々の不安も依然続いているというですね、そういう問題になるわけです。でミトリーさん自身のですね、いろんな記憶もところどころ語られます。それからちょっとこれは私自身が感じたことですが、このダームールとかですね、このレバノン南部の方はバナナの農園が多いですね。バナナ畑が非常に広がっていて、美味しいバナナがレバノンと食べられるんですが、日本でいうと台湾バナナにちょっと似た感じのバナナです。でそのバナナ畑の、映像も非常に美しい映像が出てくるんですが、そういうものを見てますと、私は沖縄のですね、沖縄の戦争におけるこのサトウキビ畑の、歌がありますが、サトウキビ畑なんかをちょっと思い出したりもいたします。もう時間がございませんので、この詳細に各人の詳細証言のこの要約というものは走らせていただきます。ただキリスト教徒、それからシーア派の人、それからやはりシーア派の女性ですね、それからパレスチナ人の女性、それからキリスト教徒の女性、自分の親友が殺された記憶ですね。でやはりこれもダームールのキリスト教徒の方、同じような立場の方
この方一時アメリカに行ったんだっけな、なんかですね、アメリカに一時してまた帰ってきているという人ですね。でこういう、これもキリスト教徒、こちらもキリスト教徒ですが、これも家を買い、今度は、要するに内戦の問題っていうのは、要するに命からがら家を離れて逃げる。でそこに知らない人がいつの間にか住んでるわけですね。でそれを今度は買い戻そうとする、その時の葛藤を語る女性ですね。それからパレスチナ人男性。でこの方、ここにいらっしゃってるご存知の方もいらっしゃるということは、一応私はそんなはかなと思ったら、どうやらそのようですけれども、よく知られている方のようですが、またこれは後でお話しいただくことになろうかと思います。いずれにせよこういった方々がいろんな立場からこの戦争のその記憶と自分のがどういうふうにそれを眺めるかということをですね、語っていらっしゃるわけですね。ですのでなんていうんでしょう、で語ってるうちにですね、いろいろ最初言ってることと後で言ってることはちょっと言ってることは変わってるんじゃないかなというふうに見える部分があります。でそれはおそらくその戦争自体15年続きますので、その人が置かれている立場がその15年間に変わったということを反映すると同時にですね、やはりとてもそういう一筋縄でいかない、この立場だからこうだということはとても簡単に割り切れない、そういう背景もここで分かることになるかと思いますね。ちょっとそういう形でですね、あとは年表等中東映画研究会の方で作っていただいたものもありますので、これは後でまた見直してもう一回考え直すというような時にお使いいただければと思います。それでは私も余計な解説はこの辺にしまして、映画作品をご覧いただきます。食べたい人はどうぞ英語で、聞いていただいても構いません。で、日本語でしたら、黒木先生に、通訳をお願いしているので、日本語でも構いません。じゃあいかがでしょうか。いきなりどなたがお聞きしたいこと、疑問、質問でなければ、じゃあ私の方からまずよろしいですか。ですね、じゃあ2点お伺いしたいと思いますけど、一つはですね、はいつまり、2点。一つは非常に感心したのは監督さんは非常に何て言うか、自分の所属している宗派と関係なく、レバノン人、宗派、民族、レバノン人というか国籍、つまりパレスチナ人も含めて、全ての人々が、一般の人々が、内戦によって、虐げられたっていう、描き方をされてたところは非常に感心したことなんです。で、まずそこで何ていうんですか、ご自分のキリスト教系の普段なら多少ごひいきとかっていうのはそういうインセンティブも働くと思うんですけど、やっぱり、自ら何て言いますか作る前の段階からやはり公正公平に、一般の人たちにクローズアップして映画を作ろうかと思ったところと、も終わってから宗派の対立とかっていうのは別の形でまだ続いてるっていう結論だったと僕気がしたんですけど、つまり、イランだったりいろんな、
周辺の国際的な力も働いて、まだなんていうんですか、融和、傷が癒されてない、っていう結論だったと気がするんですけど、だとすると、傷が癒すまでにやはり相当時間かかるのでしょうかということにて。通訳さんの間に、質問がある人方は、お一人、じゃあ、お一人、はい。で、さん、二人、三人。はい。じゃあ、とりあえず。他にいれば、はい。Regarding the first question about how I found these different people from the diverse communities in Lebanon, Muslims, Christians, Shias, and Druze, and Palestinians and Lebanese, and how I didn't take side with any of them, and if this was my intention from the beginning. Yes, this was my intention from the beginning, and not only an intention, I believe it was for me obvious because me being an atheist at the beginning, even if I'm not a believer, I mean I belong to I was born in a Christian family, but I'm not a believer, I'm not a practicant. And even more than this, I mean, at the beginning of the research and the writing of the film, because the process took 5 years since I started researching and the first idea until I finished it, it was 5 years. And the journey I made, it shows in the film, because at the beginning, not only I didn't take side with the Christian community from where I come from, at the contrary, and as I say, I used to consider them as only the criminals and those who committed atrocities against the others who were the victims. So I was like even radical and on the other side. But throughout the process and the journey of the film, I realized that there was not only victims or how do you say, assassins. There is, and this was not my intention also while making this film, it's not to only incriminate one party or one community or another. This is not my intention. There were several intentions in the films for making this film. One of them is to show the different narratives of this war that happened, and to show that these different narratives, they complete each one another. So the whole narrative is a construction of these. I cannot talk about the civil war by talking only about the narratives of the Christians or the narratives in the point of view of the Shia or the Sunnah. It cannot be, because it's biased, of course, and it doesn't show the whole specter and the whole narrative. So, and the reason of also, I mean, let's say, in Lebanon there is this
custom now of banalizing, let's say, it's also in the, like, we call it probably know it. It's like, even you always, if you give a speech to a Christian, you have to give the speech to a Muslim in front of him to say it. If you employ 6 or 5 Christians in the in official or in state jobs, you have to employ 6 or 5 Muslims. It's always like this. So to balance, and for me, it's a way of banalizing everything, banalizing the violence, banalizing, or not even. So I didn't do this because many people usually ask me, "Oh, you gave speech to these. Oh, it's good to give the balance." It's not for this purpose that I did it. It's not because to show the balance on, because we heard what the Christians had to say. We have to hear what the Muslims have to say. It's not for that, because for me, it's their narratives cannot be dislocated or separated from one another. I mean, I was let's say a Christian fighter, and you were in front of me, and our stories cannot, if you want to tell the whole story, it cannot be separated from one another. You were in front of me, and I was shooting you, or you were shooting me. I cannot take one story or one narrative out of the whole context, and and this is why also I think that not even one sentence can be taken from the film or part of the story and shown alone, because I was asked at some points if you would like to show maybe only the story of this Damour massacre only. For me, it's out of the question, because if I take this massacre out of its context, and then it will be biased, and then it will be sectarian speech, because also I was really keen, very careful from the beginning about what language I would speak, the sectarian language, because immediately when you talk about the civil war, there is the risk of falling into the sectarian language. I mean, and this was very delicate. So I wanted to name things by their names, by saying, because otherwise, I mean, not say, they came and killed us, or we did this. I wanted to really say the Druze, the Christians, without falling into giving it sectarian connotation. Because if we don't name the factions and what each one did to another, which is unfortunate, but it is the reality and it's history, and we cannot take this civil war and its narrative and the facts and take them out as if it was, because this is, I mean, take them as if it was like aliens came and did this to us, because now the official intention of the Lebanese ruling class after the war ended, and there was like this I forget this amnesty, a general amnesty, and the warlords are still ruling. So they imposed like silence on this narrative of the war. You can talk in generalities. Everybody can talk in generalities in films, especially, but you cannot name things by their name or people by their name. So they imposed this, and by saying that if we name things by their names, if we say Christians, Muslims, Druze, this will create again sectarian strife, and people will kill one another again. And this is, for instance, the reason the state and the censorship gave to ban my film in Lebanon, by saying if you put it in cinemas, and then it will like ignite sectarian hatred again. And this is a form of repression for the memory, because, I mean, it's not convenient for the ruling class today, which are all like gangsters. It's not convenient for them that you say that they did what they did. And so
to go back to the main question, that yes, from the beginning, it was obvious for me and natural that I'm not taking sides, because if I would take sides, it means I possess the whole truth. But I think nobody possesses the whole truth. It's like I'm not only a filmmaker. I am like I made this film out of my anxiety, because it's so hard for me to live in this reality and in this country and in the whole region and the context, to live with continuous suffering because of this reality. So how can I give an absolute truth, and to say, oh, this faction was right in the war and the others were wrong? And I guess it shows from the construction on the film that nobody was right and nobody was wrong. And again, not in a way to banalize what happened. I think I can make like 12 hours film with more, how do you say, analysis about really why it went this way and why it went wrong, and why the social struggle turned into a sectarian civil war. I mean, it's here I had to put like only one sentence that would narrate it. Maybe it's very simplified, but of course even on this point I can make another film. So it was really also tough to like narrow down the subject and narrow down the discourse of the 13 interviewees. It was very hard, because it was like any any sentence that is not really reflected upon thoroughly could lead to a misunderstanding it could be interpreted in a wrong way. I don't know if I answered the. I forgot it. Yeah, if it's true. Yeah, the second question was like, yes. I won't say unfortunately, because it's not the right term. I think it's not a matter of fortunately or unfortunately. The war has not ended. And sometimes when we say it, because many of us in Lebanon say that the war has not ended, and it has become like a leitmotif or a cliche. Oh, the war has not ended, we're still living in the war. But it is true, because it was ended. It was ended by like the Taif Agreement in 1990, in 1989. I know there were two more years of fighting after it. But it was imposed by an agreement between neighboring countries, between Saudi Arabia, Syria, and so it was not really, and it was a real end of fighting, but it was not a peace agreement, because there is still some unresolved feelings, a lot of unresolved feelings between everybody, all the communities, between the Lebanese and the Palestinians, and between the Shia and the Sunnah and the Christians, and the Christians and the Sunnah, and the unresolved feelings are still here. Nothing has been resolved, except that the fighting warlords took what they had, their portions of the gain, and they divided the country and the rule, and they're still ruling so far till now. But for the population and in all the generations, the generation that lived the war, and the next two generations until youngsters who are now 15 or 16 years old, who know nothing almost about the war, but they know that the others hate them, and they're going to come and kill them again. And you hear them, and I hear them. So no, the hatred is still not there, and the fear, especially the fear. I mean, it shows here, and this is what I wanted to show, is that by drawing this map of fear through the map of forced displacement, I was trying through the narrative
to draw a map of fear without showing, this is also a challenge, to show the map of fear without showing a real actual map. And this was a bit also challenging and difficult for a foreign audience to understand the geography, geopolitics of this war. And I'm really impressed, even if I don't know Japanese, and now I'm surprised by Professor Kuroki did for her presentation to explain this context. And it's, I think, yeah, it was very necessary and impressive. So I wanted to draw this map of fear and to show how it is still, this map applies today, and the divisions that started at the beginning, the geographical and community divisions that were started at the very first displacement that happened, although that we should note that the first displacement did not really happen in 75 or 76. There were forced displacement that happened way before, but nobody talks about them, and they are not well known. So, and to show how today each community is living in its enclave without this division being officially recognized, whether by the state or by, and there is a lot of hypocrisy because we shouldn't talk about it, but yeah, I mean, the division exists, the fear exists, and the hatred exists, and it's even more today because there are hatreds that were very mild during the Civil War, like the conflict between the Sunni and Shia, which is now even more, I think, violent than the hatred between the Christians and the Muslims in all their factions, in all their sects. So yes, I think it's, how many years you asked? No, I think it's never ending because also with the context in the region and what's happening in Syria, in Iraq, and Palestine, there may be some political solutions, and I fear there may be a new map of the region being like, this region was drawn with its borders after the World War I with Sykes-Picot agreements, and it's been years now since the Syrian civil war started that people are talking about a new division, a new agreement with maybe new countries being born, Syria being divided into several countries, maybe Lebanon being divided, and we constantly live on this, so I don't see any end to this conflict, really. And those who suffer and those who are always relegated into oblivion are the populations. I mean, look how many populations now were displaced from Iraq, and most, we don't know where they are now. And even the Palestinians who were like thrown out from Iraq to the border between Syria and Iraq, there are encampments there that nobody knows about because the news doesn't show them. So these are the people who are like, how do you want them to, even if there is a solution now with to several states or new countries, how do you want the people to, where are the people? Most of them, we don't see them. I'm sorry, I don't want to depress you, but it's like that. 恐怖の地図っていうね、今の非常に印象的な言葉でしたが、今の解説し直す必要はないと思いますので、むしろたくさんの質問を、ね、そうですね、もう時間が25分経ちましたので、じゃあ次の方。Thank you for your fascinating film. And actually, I have one question about almost you mentioned the point that I wanted to ask you. It's about inheritance of the sectarian feeling among the generations, through the generations. I mean that your film focused on the people who actually lived the wartime and have their memories on
on the war. But I wrote many materials or books that indicates that even the younger generation who didn't go through the war and who didn't have the real memory on the war still inherit from the former generation the same feeling of the hatred or the fear toward or from the other sects. This sectarian feelings is still how can I say still existent and also so I just wanted to ask you, how can you explain this mechanism of the sectarian feeling, how it can be inherited from the former generation to the younger generation, even who didn't experience war itself. I don't know if I'm, how to say, the right person to talk about it. I think Professor Dima is but to make it short, this feeling is especially inherited because one thing that there is a long history of repetitive violent chapters in Lebanon's history, like for instance between the Druze and the Christians. This was not the war of the mountain and the massacres was not the first. There had been other massacres since 1842, and they were always unresolved. And the hatred was still transmitted from one generation to the other. And the last massacre was in 1860, and there were some small, let's say, massacres in before 1983, in 1976 and 77. So when there has been no, how do you say, there has been, let me talk about the end of this war. There has been no transitional justice process because there has been no intention from the warlords to make any trials, how do you say, or to, how do you say in English, muhasabah, no, I mean a trial to say you were guilty, you did this or you did that. Not for I'm not asking for this for the fighters who really actually carried arms, but for the leaders who are now politicians. Nobody brought them to justice. So many people, and especially like in the Christian community, because at the end of the war, the Christians were those who lost politically and militarily the war. They came out of it without any, they were like humiliated, and other communities rose in power, like the Shia, who were oppressed before the war. They were now more powerful. The Sunnah had more, at the end of the war, had more privileges and more political power. So the unresolved feelings are mainly in the Christian community because they lost, and nobody admitted or apologized for them and said, okay, we committed this and that atrocity against you. But also they did not apologize for the others, except one ex-fighter made a single personal apology. So this feeling of being, the feeling of being غبن in Arabic, غبن, I don't know if you can put it, مغبون, that you have been under, no, غبن, that this loss that I was not, I did not have been, things have not been equitable to me. That the balance is like
where nobody has given you your like moral recognition or even material recognition, because they also lost on many ways economically and financially, because the Maronite sect of the Christians was also the most powerful economically and financially before the war, and they were the ruling class. So this is why they are bitter, and you see also now in the young generations, especially in the Christian community, they are bitter and they feel that these others, the whole others, the Shia, the Sunnah, the Druze, and the Palestinians, but the Palestinians now didn't take any of their power, but they feel that they were the enemy, but I don't think they are any longer the enemy for them today. But they feel that the other communities, Lebanese communities, are taking their place on all levels, geographically, economically, financially, and there is the clash of identities is becoming wider and wider, and it's very violent. Even if it's not in the streets today, you can see it on Facebook. This is at least the first level. You can see the clash of identities about who is Lebanese and who is not, who is the real Lebanon, because the Maronites, the Christians, used to consider themselves as we are the real Lebanese, and Lebanon is, according to our image, it has been created for us in 1920, and this is the subject of my next. And so, but now the Shia have this also new definition of identity of Lebanon according to their historical process and their struggle and fight with Israel. So there is a very fierce and violent clash of identities today, and this is what makes the sectarian what makes also this, to go back to your question, that the transmission of the memory of violence and the hatred, even if sometimes it's not correctly transmitted. I mean, it's sometimes their parents or tell them the wrong story, and this is why it's even worse, because it perpetuates a hatred that is based sometimes on non-correct facts. Yeah. Very short question because of the time. Thank you very much. I would like to ask you about the title of the film. And I translated it into Japanese, この地に我が墓所あり. It was quite difficult actually. And I looked at the Arabic, is it Arabic original or English? This is one question, and another is, I kind of had idea while watching the film, but I would like you to explain about what kind of graves that you meant in this. I mean, in this land, the graves of mine and the Arabic, li kubur fi hadhihi al-ard. So the Arabic title, the kubur, is not my tombs or my graves, but the graves of mine. So it's a plural. So that's why I wanted to ask you about it. Yeah. So actually, the Arabic, the original title is Arabic, and it was inspired to me by a sentence that was written by a Shia cleric. That somebody mentioned it in my research interviews before making the film. He mentioned this text by a Shia cleric, in which he says, "Li qubur fi hadhihi al-ard," and it's to say when you say usually that he was saying that, and he was talking about the Jazin region from where my village is, and to say that because there were Shia before there and Druze, and to say that if the moment that I know that my ancestors are buried in this land, it means I belong to this land. There is a connection. This is what relates me to it. And on another note, if you want to push it further, it also means, the first meaning is very
poetic for me and it could also mean as a claim that I was here before and this land is mine. And this is also like to mark your territory. Usually the communities, that's what they do, to mark the territory. Either you build churches, you build mosques, and this is how you mark it, that this is mine. I have tombs here, and if you go to several regions, I mean, even the Junior from where I was born and lived, the whole Kisirwan used to start from it was from Jbeil, I think, to until Yas. It was much bigger, and it was populated by a big majority of Shia before the Christians came. And during the Mamluk wars on the in Hamlat, was it in 12th century, if I'm not mistaken, they massacred the Shia because there was a fatwa to say that they are not Muslims. Let's kill them all, and they threw them out of the territory, and then the Christians came and populated the same territory. But the Shia say that, some clerics say, and historians, that there are still tombs here and traces of mosques. And actually there are still many Shia villages in the Kisirwan and in Batroun. This is how it's explained, because you find a Shia village here among a whole region, because they were here before. And this is also, but at the end, my personal, the meaning for me, Ran, personally, is that my father was not buried in the village where he had bought land and worked in this land his whole life, and it meant so much for him. And he was not buried there. And this, when I question myself, is like, my village and this land that I sold, what does it mean to me? I mean, when I was 20 years old, or before I started making films, and I was like, wanted to say, oh, I don't belong anywhere, I don't belong to any community, to any nationality. But now, on the contrary, I mean, I feel that I belong to this land because I have memories here, I have ancestors, I have a history, I belong to this history that I'm still searching and digging in it, and this is how I know that I cannot leave Lebanon or go and live anywhere else. And this is what it means for me.最後の質問。はい。I would like to ask now in Lebanon, in schools, how they teach the history of this war. Like, it's very important to, to give the history to the younger generation, and how the government, if we have a government in Lebanon, is going to teach those new generation the history, that story that we had in Lebanon from 1975 to 1990. Thank you. They don't teach it. Actually, the school textbooks of history stopped when the war stopped. They had still been teaching history until before 75. So this episode of 16 years, it hasn't been written, and they have never agreed, and they will never agree to write them as long as the criminals are still alive. And there have been many discussions, and now there are many associations who are trying to work on this and to say which narrative do we want to write for the new generation. And like a couple of years ago, there was like a demonstration, because there was like talks about a new history textbook to be edited, and it was going to be the narratives rather of the Shia and the Hezbollah committee to write it. And the Christians were going to be excluded from this narrative, the Phalange and the Lebanese forces. So there was some young students from the Phalange who demonstrated in the downtown center,
against this, saying that we had martyrs in the war, we sacrificed, we have our narrative, we want our voice to be heard, that you don't have to write the history of the Civil War without putting our own narrative and point of view. And they were like beaten by the police, and it ended here. And many attempts have failed to come out of a history book that includes this chapter. So far they don't study it. But I mean, to tell you even a bit more, each community, there are some religious schools in different communities that teach their own history of the whole history of Lebanon, not only. And some heroes of this community become the bad guys of the other community. So each one now teaches a parallel textbook, different than the official one that of the state. Thank you very much. I'm sure there are many more questions, but we are out of time, and they are very. It's a great honor to have you here. I am. Thank you. I mean, the honor is mine. Thank you. Thank you. Professor.で、ヘマ君の言葉を我々の顧問をしてくださる長澤先生にいただこうと思います。First of all, thank you very much for beautiful and strong things. So, すみません、私が言う時間より他の皆さんの質問の時間が良かったかもしれませんが、若干感想を申し上げて、結びの言葉にしたいと思います。私はレバノンに最初に行ったのは1993年の春のことでした。まずこの映画も最初春のレバノンの青い菊の花が咲いているみずみずしい風景で始まったと思うとても印象的でした。で、しかしそのみずみずしさを潤していたのは、その映画に出てきた、パレスチナ人の年取った女性や、もしくは子供の頃に虐殺を体験した、今中年の年齢になった女性の、そういった涙によって潤されていたのかなと思うほど非常に美しくて悲しい、美しさの中に悲しさを込めたレバノンという風景を思い出しました。それで、今日のフィルムの一つのキーワードは英語で言うとディスプレイスメントですね。アラビア語で言うとタハジールという言葉であります。強制移住ということです。レバノンって言いますとやっぱり暴力という言葉がありますけれど、暴力と同時にこの強制移住の歴史っていうのは、第一次大戦前後のそのアルメニア人、アッシリア人の強制移住に始まりまして、パレスチナ問題、そして今日のシリア内戦に至るまでですね、この強制ディスプレイスメントの歴史っていうのはずっとこの時期に続いてきたと思うんですね。我々よく暴力の連鎖という言葉があって、これは結局的にこの暴力の意味が何か追求しない、それを隠すための言葉ですけど、むしろこの映画最初見て思ったのは暴力の振り子というものですね。暴力の振り子、これはやっぱ構造的な力があって、この振り子を何倍にも、報復させながらたくさんの命を奪ってきたんですね。この構造的な力をどのように止めるのかと、この構造的な力に一体どこから出てくるのかということについて、歴史学者や社会科学者は考えるでしょうし、また今回の場合はその映画の力ですね。映画とか文学といったらこういった問題にどのように立ち向かってこういった問題を可決して新しい道を探ることができるのかということについて非常に大きな教訓を与えてくれていただいた、作品じゃなかったかと思います。先ほど質問された山本薫さんもその文学作品を通じてですね、このレバノン内戦については今日黒木さんいただいたこの英語の文集の中で書かれていました。まだ読んでませんけどこれから見たいと思います。でそれで思いますのはノーベル賞作家風石五郎のですね、日本翻訳では忘れられた巨人ですね、現代では埋められた巨人ですけど、レバノン内戦の場合は決してこの巨人たちが全然埋められてないんですね。埋められた巨人ではその記憶をいかに忘却するかと、忘却することの意味ということを、この和解のリコンシリエーションですね、一つの手段として積極的に石黒さんの場合はおそらく旧ユーゴスラビアの後内戦の経験が大きな作品の形成の背景になったと思いますけど、
しかし決して忘れられない、この、記憶をどのように、我々はその構造的なこの暴力の不履行を動かす構造的な力を発見し、それを止めるために使えるのかというところが問われているのかなと思いました。最近出された岡真理さんのですね、ガザに地下鉄が通る日で書いてありますけど、そこで紹介されているタントールの女で、タントールというのはパレスチナ、1948年に虐殺があった地中海沿岸沿いのパレスチナの村で、そこで多くの人たちが虐殺されて、今イスラエルの観光ビーチになってですね、その駐車場の下にはたくさんの遺体が埋められているけども、そこの中でその遺体を引きずり出して一体どうするのということをですね、要するに記憶を掘り出して一体どうするのという叫びをそのタントールの女という中では、エジプト人小説作家のラド・アシュールという人が書いてるんですけども、まさにそういった問題がですね、その文学の主題としても取られているし、そういったことをこの過程が通じて、記憶っていうのはどのように掘り出すこと自体がすごい痛みを伴うものでありますが、それをどのように取り出してこの暴力の不履行を収めるようなあり方をですね、我々が共に考えていくにはどうしたらいいかということですね。ということを何回も繰り返し考えさせるような非常に豊かな想像に満ちた映画ではなかったかなと思います。これは決して我々にとってもそういった埋められた記憶だとか、その傷をどのように癒して、そういった構造的な力を何が原因かを見極め、それは心の中にあるかもしれませんし、社会の中にもあるかもしれませんし、それを極めていくことが肝心ではないかなと思った次第であります。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。多分僕だけじゃないと思うんですけど、またね、監督さんも含めていろんな話聞きたかったんですけれど、やっぱり時間が来ましたので、これで終わりにした。だけ明日すみません、アナウンスがございます。ごめんなさい。明日土曜日の午後3時から東京外国語大学のアジアアフリカ言語文化研究所で、やはりレバノンからお招きしているその内戦の記憶に関する専門家の方に、特に今日も出てきたこの再定住の話ですね。この強制移住の後人がいろいろんな形で住んでしまう。この問題とその戦後和解の問題っていうのを集中的にお話ししていただく研究会を行いますので、もしご興味のある方はこの映画のちょうど続きになるようなお話になると思いますのでお越しいただければと思います。以上です。すみません、報告です。なので、これで今回の研究会を終わらせたいと思います。次回はいつになるか分かりませんけれど、また年を取ったメンバーなんですが、もっと頑張りたいと思いますので、ぜひ次回も参加していただければと思います。あと、アンケートを書いていただいている方は、ぜひ彼女に渡していただければと思います。9時まで、建物を出ないといけないセキュリティ上の規定なので、あと10分で、時間しかないので、9時まで。